いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。釣りの一番の思い出とはどんな日でしょうか？大物を釣り上げた日、自己記録を更新した日、友人と爆笑しながら過ごした朝まずめ、どれも忘れがたい瞬間です。けれど今回は釣果ゼロ、つまり一匹も釣れなかった日にまつわる物語をご紹介します。それでもその日がある親子にとって今も心に残る大切な記念日となっている理由、どうぞ最後までお付き合いください。本日の結論です。釣りは魚を釣るだけではなく、思いを受け継ぐ時間である。本日の目次です。第1章、釣りは思い出の再演。第2章、静けさと不安の中で。第3章、忘れられない一言。第4章、あの日が始まりの日。エピローグ。それでは物語の始まりです。第1章、釣りは思い出の再演。初夏の土曜日の朝、一人の父親が子供を連れて近くの堤防に釣りに出かけました。休日に親子で釣りへ行く、そんな光景は特別珍しいことではないかもしれません。けれどこの日、父にとってはある強い思いがありました。かつて自分も父親に釣りを教わった日のこと。5歳の時、小さな川でザリガニを釣ったあの日の手の感覚。父と並んで座ったあの時間の記憶は今も胸の中に残っています。だからこそ今日は自分の子供に釣りの楽しさを伝えたいと願っていました。釣果ではなく一緒に過ごす時間の尊さを伝えることが本当の目的だったのかもしれません。餌は新鮮な青虫。子供用に軽い竿とリールを揃え、ライフジャケットも忘れずに。釣れなくても楽しめるようにお菓子とジュース、虫除けスプレーも持参。準備は万全。あとは思い出を作るだけです。第2章、静けさと不安の中で。釣り場に着いた頃、まだ堤防には数人しかいませんでした。潮の香りと静かな波音、朝の光が水面にきらめき、心地よい風が頬を撫でていきます。子供は釣れるのかなと無邪気な笑顔。父は釣らせてやりたいという責任感とワクワクで、心が少し高鳴っていました。しかし、始めてすぐに異変を感じます。浮きは一向に動かず、餌はそのまま帰ってきます。30分、1時間、2時間、全く当たりがありません。他の釣り人たちも同じ状況で、渋い表情を浮かべながら竿を見つめていました。時間が経つごとに父の表情には焦りの色が濃くなっていきます。このままじゃ釣りってつまらないって思われるかもしれない。次はもう付き合ってくれないかもな。そんな中、子供はといえば、カモメを見て、空飛ぶのに疲れないのかなとつぶやき、浮きを見ながら、どうやって魚がかかるのと目を輝かせます。海の匂い、波の音、そして父の横に座っているだけで、子供は満足しているようでした。第3章、忘れられない一言。昼が近づき、釣り開始から数時間が経過。ついに一匹も釣れずに納棺の時間がやってきます。道具をしまいながら、父は申し訳ない気持ちでいっぱいでした。せっかくの初釣りなのに何も成果を上げられなかった。その背中には少しだけ疲れと落胆の色が浮かんでいました。そんな時、不意に子供がこう言いました。ねえ、今日ってすっごく楽しかったね。また釣りに行こうよ。その言葉を聞いた瞬間、父は思わず動きを止めました。魚が釣れなかったのに楽しかった？なぜ？しかしすぐに気づきました。子供にとって大切だったのは、魚を釣ることではなく、一緒に時間を過ごしたことだったのです。父の目には涙が浮かびました。釣れなくても
誰かと過ごす時間はこんなにも深い思い出になる。その事実が父の心に温かく染み渡っていきました。第4章、あの日が始まりの日。それ以来、親子はたびたび釣りに出かけるようになりました。港、防波堤、湖、渓流、公園の池まで週末のたびに道具を持って出かけます。ある日、子供が小さなハゼを釣り上げました。大はしゃぎしてかわいいとそっと海に返したのです。初めて魚を釣った喜びと命への優しさ。あの日の行動に父は静かな感動を覚えました。その帰り道、父がどの日が一番覚えてると尋ねると、子供は少し考えた後にこう答えました。一番最初の日、釣れなかったけどパパと一緒で嬉しかった。それを聞いたとき、父の胸にはあの日の海風と子供の笑顔がよみがえりました。そう、あの日がすべての始まりだったのです。いかがだったでしょうか。本日は釣れなかった日が一番思い出に残った日というテーマで、釣果では測れない心に残る時間についてお話ししました。釣りは魚を釣ることが全てではありません。自然に触れることで自分自身と向き合い、誰かと過ごすことで人生の豊かさに気づけるのです。釣れなかった日が最も思い出に残る日になる。それは釣りが人生の縮図のようなものだからかもしれません。何も成果が出なかった日でも誰かと笑い合えたこと、自然の中で無になれた時間、ふとした会話に心が動いた瞬間、そうした一つ一つが人生の中で大切な釣りの宝物になるのだと思います。もし釣れなかったけど忘れられない日があれば、ぜひコメント欄で教えてください。きっと誰かの心も温かくなるはずです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エピローグ。あれから何年経っただろう。小さな手で父のリールを握りしめていた少年は、今やすっかり大人になり、今度は自分が小さな手を引いて釣り場に立っていた。今日は息子との初めての釣り。場所はかつて自分が父と訪れたあの堤防。何も釣れなかったあの日と同じ潮の匂いがどこか懐かしく漂っていた。前夜、タックルの準備をしながらふと手が止まる。あの時の父の表情、動作、言葉一つ一つがなぜか思い出される。きっとあの日の父もこうして不安だったんだろうな。釣らせてやりたい。楽しませたい。でもそれ以上にただ一緒にいてくれる時間が嬉しかった。大人になった今、その意味がやっとわかる気がした。朝の堤防にはポツポツと人影が並び始めていた。息子は手にした竿を誇らしげに振りながら、釣れるかなと目を輝かせている。父親である自分は笑ってうなずく。釣れるといいね。でも釣れなくても大丈夫だよ。子供は不思議そうな顔をしたが、それ以上は何も聞かなかった。そして竿を海へと向けた。数時間後、海は静かで魚の気配はほとんどなかった。仕掛けを変え、ポイントを変えても当たりはなし。それでも焦ることはなかった。子供がカモメを見て笑ってる姿を見ながらふと気づく。あの日、父もこんな気持ちだったのかもしれない。釣れなくてもこの時間が尊いんだ。それがわかるのに時間がかかった。だけど今はその意味を胸にしっかり抱えて隣に座っている。片付けを始めようとしたその時、息子が嬉しそうに振り返って言った。パパ、今日はすごく楽しかったね。また一緒に来ようね。その言葉に思わず笑みがこぼれた。あの日、自分が父に言った言葉と全く同じだったから。自分の中に確かに受け継がれているものがある。釣れなかった日という始まりの日が、今、新しい家族の記念日になろうとしていた。釣りは魚だけじゃなく、思いも記憶も、
そして優しさも受け継いでいく。いつかこの子も誰かの手を引いてこの堤防に立つ日が来るのかもしれない。その時、今日のことを思い出してくれたらそれだけでいい。釣れなかった日が心をつなぐ日になった。そして今日もまた同じように釣れなかったけど忘れられない日になった。